よし、モリルバーツンです。こんばんは皆さん。これからは東京を面白くする行動的な会議速攻編に突入します。またシーズンが変わりました。暖かくもなっています。今日から番組中にですね、皆さんにご自宅でクリエイトをあらゆる媒体でしていただきます。糸口はつけません。糸口って言わないよね。糸目って言うんだよね。金に糸目はつけない。100万円が欲しかったら今からクリエイトしろ。ということでですね、賞金ではないんですけれども、要するに東京オペラというものを、構想しつつ、この番組を進めてきたわけです。で、東京オペラというのは、何回か言っていますけれども、オペラというもののスーパーセットであります。つまり、フローグ&ゴルフという、昔私が7年間ぐらい前にイワンの息子と関わったオペレッタのようなものがありました。それをもうサブセットとして含む階層式の非常に巨大な東京、そしてもしかしたら日本全体、もしくは世界の日本語圏全体を含む、どうして日本語圏かわからないけどね、とりあえずそれぐらい巨大なオペラというのか、ワークインプログレス、つまり行動しながら自分で自分を作っていく作品というものを、行動作品を考えております。で、その一環として東京を面白くする会議、討論編というのをこれまでやってきました。今日からちょっと矛先を変えます。もっとスピードを次のギアに上げます。速攻編に参ります。速攻編というのは、とりあえず番組の冒頭に素材を皆様に提供して、番組中にそれをモチーフに皆さんがそれを展開して、別の作品、小作品や断片へとメタモルフォーゼし、それをファックスでできたよとこちらにお知らせをいただいた結果、めぼしいものにはこちらから番組中に電話を返して、そのありさまをレポートもしくは演奏もしくは即興もしくは何らかの形で伝えてもらおうというものでございます。糸目はつけません。音楽も OK、 何でも OK、 パフォーマンスも OK、 絵コンテ OK、 そしてアニメーションも送れるものならファックスで送ってみろと言いたいね。そういうことです。それでは、今日の素材を、今からまさに1分後ぐらいに、皆さんの耳にオンエアいたします。カセットなど、録音機器、ハードディスクでも結構です。持っている人はすぐにラジオの信号をそちらにつないでください。ただしあれだな、コンピューターの後ろにこのラインをつないでしまって、スピーカーがデフィートされてしまったらしょうがないからとりあえず今から用意ってかけますよっていう瞬間に接続してください。今から今日の素材である15秒の音を皆さんに聞かせます。この15秒をモチーフとして、つまり種子、種として、これを直接音として加工して電話口に後で演奏してくれるもよし、これを元に何かあなたの作品を、ババッと即興的に作ってくださってもよしということで、今からちょっとして聞かせますから録音の用意をしておいてください。そしてですね、なるべく早いもん勝ちでございます。この番組中にできれば最初の10分から15分でさっさと作って、5秒で作ってもいいからさっさと作ってすぐにファックスを送ってください。番組の終わり近くになって2時55分に送られてきたって、それは無視します。2時以降に送られてきたものは全然該当しません。明日に回して明日の番組1分前にファックスしてください。ファックスの宛先番号を先に申します。3797-6666、東京 03-3797-6666、チョコがとっても美味しいこんな夜。さあ、それでは15秒の音をこれから聞きますから、録音ポーズの状態から解除してください。3、2、1、どうぞ。あそこの角を右に曲がれば山田さんちだじょ。遅れちゃったから急がなきゃ。あ、どこに目をつけてんだじょ。痛いじょ。大丈夫？坊や。なんてダサい音なの？いい加減にしてよというくらいにつまんない音を送りました。でも、なんでダサいかっていうと、これは平坦だからです。要はね、ごぼうを八百屋じゃない、ごめんなさい、野菜屋さん。八百屋というのはTR808 のことでした。ローランドのドラムのことです。決して野菜を売ってる人のことをバカにしてたんじゃありません。それで、そういう野菜小売店でですな、ごぼうは言っても放送禁止用語じゃないから、ごぼう、ほらごぼう、ほらごぼうを買ってきて、それはまだまずい。土の味がする。でもそれをいろいろと醤油とか砂糖とかつけたりだな、いろんな形に切っていくとだな、美味しくなるんだわ、料理ができる人は。まずいやつはいくらやってもダメだ。才能がないやつは諦めろ。この番組を傍観者として聞いてろ。お前らなんか用はない。お前らは金を出せ。そういうことです。クリエイター諸君大歓迎。それから優先権順というのは、要するに早く送ってきて、それが面白そうな絵コンテだったりアニメだったり、音の財布っていうか楽譜でもダイアグラムでも何でもいいから、どういう風に音を作ったか、今からもう一回だけこの音を聞かせますから、録音しそびれた人はもう一回録音してください。で、これを元にですね、これが今日の趣旨、種です。これでさっさとどういうものを作ったのか
かを送ってきなさい。3797-6666まで。こっちから電話を返してあんたのところで聞いてやろうじゃないのということです。ただし面白くないものはいつものようにですけれどもバッサリとやってしまう。面白かったら結構生き残れるというのがこれからのアクロスです。あなた次第よ。それではもう一回聞いてみようか。3、2、1、どうぞ。あそこの角を右に曲がれば山田さんちだじょ。遅れちゃったから急がなきゃ。どこに目をつけてんだじょ。痛い大丈夫坊や。わかりましたか？じゃあ今からどんどんと作り始めてください。そしてそんなクリエイター諸君を励ますべく珠玉のアーティストブッチ・モリスをゲストに今日はアクロストビューをやります。日本史上空アクロストビュー、今日は一発決めるつもり。ドクター・ジョンをまずお聞きください。マルディグラに行くつもりでいましょう。You may find me in a private slum. You're hanging out with all the skid row bums. I may be sick and I may seem dumb. That don't mean you know where I'm coming from. Make a little room for your social life. Ain't no better than my hot dog stand. Your education ain't no hipper than what you understand. Your woman that you got, she ain't no hipper than aタントンタントンタントントンとまな板の上で、音が切り裂かれている音、それから、音がどんどんといろんな発想に向かっている、そのフィールドが私には聞こえる。皆さん早速作り始めましたか？作り始めて少しでも見えたらすぐにファックスを送ってください。03-3797-6666 3797 4が6個6が4個6666までどうぞ。いきますよ今日は。Capturing the essence of beauty. 81.3 J-Wave. Non-stop.
サウンドクリエイターに命を吹き込まれた新しい音の形。限りない発想が新鮮な音を奏でます。新しい地球の歌に心ときめかせて。新日鉄。 Imagine and step into a new world. Nippon Steel. 建設という顔がある。エンジニアリングという顔がある。どの顔も太平工業。複合技術で地球に優しい環境づくりを目指す私たちは、新しいコーポレートシンボルを作りました。テクノロジー with ハート。新しい総合エンジニアリング企業、太平工業。珠玉のゲストをスタジオに今生で来ていらっしゃっています。来てもらっています。日本に着いたばかりの、コンダクターであり作曲家ブッチュ・モリスです。彼は、3月の3日金曜日から5日日曜日にわたって、P3 アート&エンバイロメント美術館ですね、四谷にある、そこで、イベントと演奏を行います。早速生々しい声を聞いていくところから、この生ドキュメンタリーを始めていきたいと思います。クリエイター、特にこれからクリエイトし始める書士やからにはですね、非常にきついいい意味での青汁トニックだと思われるコンバゼーションなので、英語わかんなくてもかじりついて聞きつつクリエイトでまな板打ち続けましょう。よろしくお願いします。Mr. Butch Morris, thank you very much for joining me in the studio tonight. Thank you very much for having me. And what are we listening to right now? This is from Homing. It's called Long Goodbye. Mm-hmm. And it's part of a larger suite called Trail of Tears. And it was recorded live in concert in Berlin at the Latin Quarter. Oh. In 1987. 1987. Mm-hmm. Overall, has your music evolved linearly, if I may put it in such a way, in a sort of gradual way, or has it experienced these zigs and zags? Well, this is interesting. I think to evolve any kind of way, you have to experience the zigs and zags. But I think it's been a very long process for me, but it's been a very gradual process for me. But it's actually been a process that has expanded because I've asked myself several questions, and I've been in hot pursuit of the answers. So I'm still... I see. Are these questions concrete questions? Yeah, definite questions? I think they're very concrete. One is how to make my notated music more flexible. It sounds like a very basic question, but when you go to answer it, you can run into a lot of difficulty. I won't say I've run into an extreme amount of difficulty, but it has caused me to experience a lot of zigs and zags. Okay. The manner of your music, according to some, is characterized by spontaneous generation. I guess which would also be called improvisation. But it seems to be a bit different from, how should I say, what people have come to conventionally associate with the word improvisation. Yeah, it could be. But then again, I have never gone in for other people's definitions. Actually, I'm still experiencing defining what music and musician is to me. I've never really... Actually, people are saying, well, I'm redefining. I'm not redefining because I've never accepted the set definitions for what people had for I see. certain things. So you're defining for the first time for yourself. For the first time myself, I'm defining. I mean,
I used to think, or I didn't know. I was told what a musician was, and I didn't actually until recently find out what a musician was as far as I'm concerned. So, that was an interesting step for me. It seems that these observations, or maybe even the manner of perception which you have, animates the music, brings it to life while it's being played, as opposed to having a construct. Well, I would certainly think that we are bringing it to life as it's happening, but I would hate to think that I'm animating it. I see. There is a set vocabulary for people to know, to let's say help me guide a particular course. But this vocabulary is very interpretive. I mean, this is about a creative music and not a recreative music. So I use the position of the conductor not as one of recreation or interpretation, but of creation and interpretation. I see. It sounds that I'm just going to say that you defined what a conductor does in this case, in this context. And that definition of a conductor seems to be almost like a generalization of what conductors are thought to do. That is what they're thought superset. to do. Yeah, what they're thought to do. Yeah. Conductors traditionally don't create music. We do. Okay. If I can sidetrack, why haven't conductors traditionally created music? Now, after while listening to your pieces, it seems that it's a natural thing for conductors to do, to create music. I have no idea. Okay. The Piscean age, something like that. Yeah. I mean, I've heard that people like Leonard Bernstein and Lucas Foss have done similar work, and Frank Zappa has certainly done some conducting himself. There have been other people that have done conducting, but they all used it as a I don't want to call it a gimmick, and I don't want to necessarily call it a ploy, but I don't think in any of the cases they've investigated it far enough. Now, I mean, it's my understanding that Lucas Foss did it, and he only used a certain kind of musician, or a musician that comes from a particular world in music. And I think that's your first mistake, when you start to confine or limit the type of person that's going to be on the interpretive end. Yeah, I see. So it seems that I don't want to put this in a way that sounds shallow, but it sounds like the ensemble has evolved into the dawning of probability. That is, it seems that much of traditional music has excluded probability, or what we might call chance, or uncertainty creeping into the actual moment of performance. Exactly. Yeah. Okay. Yeah. I can go for that. If we had longer, I'd debate certain aspects of that. But yeah, sure. That's true. From my little knowledge, a lot of Baroque ensembles and pre-Baroque ensembles created music on the spot. Yes, they did. They didn't have a conductor, though. That's true. That's true. And it's said that Beethoven and Mozart were great improvisers, and that a lot of the score was left to the musician to interpret themselves. But that's no longer true. I mean, there are no people who improvise the Beethoven right now. Well, I mean, I've used Beethoven, and I've used Brahms as a basis for improvisation. I see. It's not, in different contexts. For some people, it may be taboo, but it's not inherently taboo at all. I don't see how, if you're not creating blasphemy or physical pain, why you can't do it.
I see. Maybe fear. Well, fear. Fear is only something you don't understand. That's the only thing. Fear is fear itself. If you don't understand something, you fear it. It's like a lot of people fear the dark because they don't quite understand or know what to expect. I see. From it. As your ensemble and yourself have decided to move in this direction, you've grown in this direction together. It seems that everywhere, every moment in the sound, there is some form of organic entanglement among the players, among the sounds. I should hope so. Okay. Yeah. Is it possible for you to outline some characteristics from observing what you have been doing? Can you tell us verbally what are some of the things that occur when these sounds start to mingle? If you could be a little more specific, I could. Okay. Yeah. Pitch. Well, it's kind of hard to talk about that while this is going on. I mean, Okay. this is something that is very clear form. That's very repetitive. This long goodbye. However, in another instance, I could point out something very clear. I see. So perhaps when we come back, we can put on something in more of the conduction form, or in the conduction vocabulary, and I can point to things time after time. Look forward to that shortly. Yeah. Let me get back to my Japanese audience and attempt to relay some fragments of what we just said in the native language. No, here. fine. はい、それでは、現在とっても、ジェネレートハプニングしている、会話の断片をノートに拾いきれないままなんですけれども、なんとか皆さんにですね、モーリーフィルターを通して送ります。しかも私のフィルターは細胞膜のように活性フィルターですから、決して元の、情報を直訳するということはありません。むしろバイリンガルな人が私の、話と日本語訳を聞いて、こうステレオのメガネをはめた時みたいにぶっ飛んでくれることを期待して、思いつくままに今の会話に日本語で反応します。この前レジデンツでもそれやったんだよな。日曜日にみんなぶっ飛んでだよ。俺が言ったことが本当にレジデンツが言ったことなわけないじゃん。そんなことここでしか認められないよ。はい、行きます。ブッチモリさんとの会話です。彼の音楽は非常に失礼な言い方をすると即興度に満ちている。失礼だというのはこれは、ちゃんと厳格に彼の、目指している定義とか、彼の考えているフォルムには至らない言葉だからなんですね。ところが非常に素人が聞いた目には非常にその即興性が高い。そして自発性、つまり現在の瞬間の中で演奏されている音楽が、指揮者もろともに自己生成している度合いが非常にその強度というものが感じられる生きた有機的な音楽、音の場なんですね。で、こういった音楽の作り方に至るのに、何十年かかかっているわけなんですけれども、これはなんとなくじっくりと行われたプロセスでしょうか。こういった音楽に至るには。それともやはり紆余曲折ジグザグのような道で、ここに、ある種行き当たりばったりの連続の結果ね、放浪してここに至ったと思われますかと、自分でどう思いますかと聞いてみました。やはり後者でございました。紆余曲折の派手に、現在の非常に音がそのものが生きているプレイヤーと指揮者と、もしかしたら観客も一体に生きているのかもしれないけれども、そういった、音楽の生成方法を、彼は、見つけるに至りました。それでですね、いわゆるそれではあなたの音楽はインプロビゼーションですか、即興と一言で言えますかというふうに言ったら、自分は即興という言葉をまだ定義していない。それでついでに言うと、音楽とか音楽家というものとは何かという定義もまだ決めていないので、その果てにある定義はできないというふうにおっしゃっているんですね。非常に論理的でユーモアラスな答えだったと思うんですけれども、結局これまでにあったその音楽家プレイヤー作品という、定義そのものに対する反乱が、ブッチモーリーさんの言葉の中には伺われます。彼にとっては、ベートーベンの作品であってもブラームスの作品であっても、それを素材に即興をみんなが今ここでやることは当たり前であると。そして当のモーツァルトやベートーベンなども、自分たちの当時の楽譜ですね、生きている間に書かれた楽譜の多くはあちこちが真っ白けになっていて、音符が入っていない状態で、この雰囲気で即興で生でその都度やりなさいよというふうに本人たちが作っていたわけですね。ですからいわゆる音楽に正当というものを定義することは不可能だという前提で、音は今の中で生きている。そして今までは指揮者が、結局音楽をその場で生成することは、なぜか勝手にルール違反、タブーというふうに決められていたんですけれども、モーリスさんの音楽においてはそういうことではありません。指揮者が
作曲家クリエイターであり、他のプレイヤーとインタラクションして一つのアンサンブルとなっているわけです。Now a piece by Butch Morris, the Bartok Comprovisation.森さんの音楽においては、音楽家が、ある程度の指示を受けます。でこの指示を受けるそのシステムというものがあります。一種の、オペレーティングというのかな、一種の言語的な、ボキャブラリーがあります。ところがそれはあまり例えばこういうメロディーを、演奏しろとかそういうものではなくて、むしろ非常に簡単なジェスチャーがいくつか組み合わさって、さっき、番組前にお話ししたところでは20から21個ぐらいの簡単なジェスチャーのルールがある。例えば、
手を上げるとそれはボリュームを上げろとか、非常に単純なことなんですね。それとか誰かに指さして口頭であいつを追えというふうに言うと、みんな他のアンサンブルのメンバーはそのミュージシャンを追わなくてはいけなくなるわけですね。ところがこれがね、ミュージシャンが例えば少なくとも10人で多くて40名以上とかになってくると、これは大変な巨大なその音群というか音の群れになってくるわけなんですね。ですから、いわばですね、よくある近代的な日本っていうのかな、経済的に成功した日本の、なんていうか概念から言うとね、道徳観念から言うと、いわゆる収集がつかないじゃないかというふうに、誰もが思ってしまうのかもしれないですけれども、実は収集がつきます。お聞きになっている通り、これはちゃんとして音楽的に有機的だし、聞いていて私はさっき思わず言葉を漏らしたんだけども、いやストロングな音楽だなという印象を受けました。いわゆるですね、強いその強度を持った場というものが、その音楽家次第、それから指揮者と、音楽家の呼吸、その場次第で生まれるわけなんですね。で、さらに興味深いのは、これもまた今の買い物もうちょっと前に聞いたことなんですけれども、例えば同じアンサンブルでも、こういった即興性とか即時性のある演奏が全然苦手な人がアンサンブルに入っている場合があります。そういった時はあらかじめそれをちゃんとリハーサルというのかゲネプロの段階で分かっておく。そしていざ、演奏中に危機的な状況が起こった場合、そしてこれは往々にして起きます。それが起きた場合はとりあえず弱い人間は度外視して引っ張れる人間にさっと水を向ける。いわばですね、少し日本的な、その社会のお上手さみたいなものも、この非常にそのハイリスクなインプロビゼーションの、有機的な音楽の生成の場の世界の中に息づいているようでございます。それでは、コマーシャルを挟んでもう一回、珠玉のゲストとの会話に戻りましょう。Sur 81.3 FM Japon。月曜日から金曜日の朝6時からお送りしているスイートモーニングコールスインギングロック。時刻やお天気を心地よい音楽とともにお届けします。ナビゲーターは私、大月莉子。おはよう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 。あなたはどのモーニングコールをご希望されますか？ショコラータの時代から青い地球は手のひらまで、深野香織がベストな選曲で個性にあふれた歌声を聴かせてくれます。 J-WAVE 公演加野香織コンサートは、ゲストに東京スカパラダイスオーケストラの寺師徹を迎え、3月28日火曜日午後7時、渋谷クラブクワトロ。お問い合わせは 03-5704-3200 ディスクガレージまで。東京オペラ速攻編、こんばんは。もしもし。こんばんは。どうも。どちらさんですか？東京のものだ。東京です。はい、わかりました、はい、で、送っていただいた絵なんですけれども、はい、これを簡単にそちらから説明していただけないでしょうか？こちらからですか？はい。大根が降ってきたんですけど、はい。そこに少年がですね、ランドセルをつけて。そうです。小学校の、はい、帰り道かな。で倒れて、彼のそのお財布がばらけてますね。中に1000円札とか、そうです。そういうものが。それでその横に、前傾にフォークとナイフを持った巨大な手と骨が、ついているお皿がありますね。はい。この少年はまさに食べられようとしているんですか？そうですね。はい。はい。買い物に行く途中だったんです。失礼しました。はい、ごめんなさい。ジャッジがあなたを切ってしまいました。以上のようにして生き残り式にこの番組を進めてきます。わかりましたか？非常に競争率が高い社会が、この東京オペラ、東京を面白くする会議速攻編にはくっついているわけですね。しかし一回切られたからといってくじけてはいけない。何遍でも新しいイラストなり作品なり音源なりを送ってください。あなたは何度でも復帰するチャンスがあります。100円入れ続ければコンティニューできるテレビゲームと同じだと思っておいてください。ですからこちらも陰銀無礼に、丁寧に振る舞いつつ、ちょっとでもひるんだ兆しが見
見えたらすぐに切らせていただきますので、ご覚悟の上もう一回応募してください。どんどんと応募を受け付けています。早いもん勝ちだという、その全体の法則性を理解してください。それでは勝負してください。ファックスは相変わらず3797の6666です。はい、それではまた森田さんとの会話に戻っちゃおうかな。Thanks for waiting. Yeah. So the guy was trying to explain his drawing, and as soon as we felt hesitation in his voice, we blew him off. Well, he's hungry. He's hungry. Yeah. So the faxes are coming in on our several fax machines as we speak right now. Oh, great. Yeah. So sort of gives you a flavor of what this show is about. Yeah. Okay. So one of the things I wanted to ask you was about colors of sound, sonorities, and how you work with that. Well, I generally begin doing that by picking the instrumentation of the ensemble. And I've been working with a pretty standard sort of instrumentation for the past 6 years. And that's pretty much piano, harp, vibraphone, an acoustic bass, and an electric guitar, trombone electronics. And then from there on, it can lead almost anywhere. Percussion. I see. Oboe, bassoon, violin, viola, cello. I move more in that direction rather than the saxophone, trumpet, trombone sort of situation. Oh, sort of the brass direction. Less brass. So. And less more... so. Well, let's put it like this: less in a jazz instrumentation. Oh, I see. Sort of situation. I see. I tend to try to use other kinds of improvisers and mix them. Let's say, not necessarily all from a jazz tradition. I see. If I were to arbitrarily say that many brass sounds tend to go yellowy in their spectrum, does that mean that your sounds go in the more red direction, pink, red area? Pink, definitely not. Pink not. Pink not. I think it actually goes into very dark area, but it could be dark red, could be blood red, could be brownish red. I see. Could be brownish black red, purple, green, blue. I see. But it's definitely, as far as improvisation is concerned, it's definitely, as far as I'm concerned, a very unexplored area, and that's why I tended to stay with this area. Using the piano, harp, vibraphone, and guitar, I get this real polyrhythmic, polyharmonic sort of, polymelodic sort of flavor. And with the other instrumentation, the frontline instruments, I get a darker sort of sound. So I get more sustained and overtoned sounds from the first four instruments: harp, piano, guitar, vibraphone. I see. And then use these other instruments to come out of that. Have you noticed any laws of the self-evolution of sounds or of ensembles? Do you sometimes know when something's about to happen, like almost like an intuition? I try not to anticipate, but I do know that most laws are geographic. They're only geographic. If I'm in Germany doing something, or I'm in Italy, or I'm in Japan, or I'm in the States, or I'm in Turkey, all laws are geographic. Laws in Germany don't apply to laws in Japan necessarily. I mean, there are some, let's say, some standard physiological laws that take place, but not necessarily culturally. So I try not to anticipate, and I ask them not to anticipate what I'm going to do either, because I don't want to be so. How can I say? I don't want my movements to be anticipated in such a way that they're telltale. I see. Know what I mean? I see. Right. So and in the same, I try not to anticipate here in Japan what I
have a tendency to anticipate someplace else. I see. I really try to let the ensemble move in directions that they prefer as an individual and collectively move, and then decide what the directorial process is going to be. In other words, I'm a firm believer in the collective imagination. If you get 10 or 15 people together and they decide to do something, I'm really willing to let them move in that particular way. But as a conductor in the situation that I am in conduction, I have the choice to override their decision. Oh, I see. I see. Have you encountered instances in which there was almost what I would call collusion? I'm almost making sort of a joking reference to antitrust laws in which people are supposedly behaving in a free market or free way, but then maybe a core of people who know each other start to try to gang up on the piece, as it were, and to try to make it more something they know how to do. Well, yeah, that's also known as anarchy. Okay. Wouldn't you say? Oh, yeah. Maybe that is the face of anarchy. I think it's the shadow of anarchy, if nothing else. However, I'm in favor of anarchy if I can speak to anarchy. I'm in favor of anarchy if you know the law. And the law in this case is the vocabulary. Now, I expect that when let's say in rehearsal, that everyone learns the law. In performance, you do basically what you want as long as you know the law. I see. If you know you're breaking the law and you think you can get away with it, if that's what you want to do, go right ahead. Oh. However, if I catch you breaking the law, please come with me. Oh, you know, I see. You know, I see. if I catch you breaking the law in a very profane way, where I think it's demoralizing the music and the other musicians, yes. However, if I think you've made a very wise choice, I'll let you go your own way. I see. Yeah, I see. I understand. Yeah. So there is a certain amount of give and take there. There's a lot of give and take. I mean, I'm not the final word. I see. I'm only a person giving. The ensemble is just a big piece of clay to me, and I'm there to mold it. You know, but at certain points, if you've ever worked with clay, or if you ever painted, or if you've ever sculpted, or if you ever welded, your material does what it wants to do sometime. You don't always have complete control over it. It seems to be the relationship of the creator to the created. Exactly. Sort of free will in the universe. Yeah. In that kind of a view or a model, I do see an ideal that telecommunications or the mass media, a direction in which the mass media could aspire to. A place in which there is spontaneous generation as opposed to everything being scripted based on very rigid and arbitrary regulations. Yeah, I think there could be room there for it, but then again, it has to be people you can trust. I mean, I believe me, I'm not speaking negatively about it, but the great thing about having an ensemble and having, let's say, a core of an ensemble together for 6, 7, 8 years is wonderful, except they start to create their own cliches. One very nice thing that happened in Mito was that they were improvisation ignorant. However, they generated something I could never have perceived. I could have never thought of the stuff that the music we made. So that I was grateful for that. You know what I mean? Yeah. They didn't have the background that Moto Yoshizawa has in improvisation, or myself, but they brought something that was something like a very naive sort of life to this music, and it was wonderful. It sounds like almost you just traced a definition of what is experience. You have a living organic body which knows itself, self-aware. It knows its parameters, all the permutations that it already has experienced, the memory, and then it experiences something which at first is uncomfortable, unusual, and then eventually fuses with that
new information. Yeah, but they fuse with it without surrendering to it. To surrender to this music or to surrender to this idea takes a lot of time and takes a lot of patience with oneself. I see. I mean, you really, I think to challenge every moment you have to participate in the music and to sacrifice to the music and to surrender to the music takes a lot of time. Takes a lot of time. And it takes a lot of will, too. And then again, on the other hand, it takes a lack of will. Or volition. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Exactly. If we were to sort of make a fine deviation. Yeah, you're right. Well, thank you very much. This is short, but a most pneumatic, that is in the sense of it's been a breath for me. A conversation. Well, I hope so. Thank you very much. Very much. Let me announce your performance to my audience after a brief Japanese interpretation. I don't know if I believe in that word anymore after this conversation, but let me try. はい、それではですね、また一発フューズをぶっ飛ばした、ニューロンがまた解放されたこのあぜ道の会話なんですけれども、最初にですね、ブッチモリスさんの、コンサートですね、近々にあります。それをもう一回復唱しておきましょう。会場は新宿区四谷にある、P3 アート&エンバイロメント美術館です。そこで3月3日金曜日、来たる金曜日ですね。そしてその次の日、3日金曜日は公開リハーサルとトークショーです。で、4日土曜日が、最初のコンダクションパフォーマンス。そして5日が、次のコンダクションパフォーマンスです。どの日に来ても、全部来てもなんかきっとぶっ飛ぶんじゃないかと思います。あなたの波長がそれを許容できればという前提で。それで今の会話を少しおさらいしてみましょう。彼の音楽の中でその音の色、音色とかその周波数というのかな、そういうものをどういうふうに扱われていますかというふうに聞いていました。結論から先に言うと、彼にとって音楽のアンサンブルというのは粘土のようなものであって、時として自分の命を持って自分の意思とは別のところに行くけれども、大体においては自分が手を突っ込めば何とかできる媒体、生きた素材なんですね。ですからその中で楽器の選択を、先に決めておくことによって、どういう楽器を使うかというのを先に決めておく。例えば、今のところコアになっているのはピアノとハープとビブラフォンと、アコースティックベースと、エレキギター、それから打楽器です。これを必ず使って、例えば、ジャズのなんていうのかな、ホーンとかそこら辺ホーンセクションの方には行かないようにしておくというふうに、あらかじめどういう音色が出てくるのかを、部分的に規定しておくことはできます。で、強いて色で言うならば、例えばジャズのホーンセクションが真っ黄色な色だというふうに勝手に決めておくとすると、それに対してあなたの音楽は何色ですかと聞いたら、いろんな暗い色だよとおっしゃってくれました。血のような真っ赤な赤い、深い赤、もしくは青、グリーン、茶色の入った赤などなんじゃないかと自分で思っているようです。
ブッチモリさんの音楽の中では、いわゆるアナーキー状態が往々にして現出するようでございます。この彼による、アナーキー状態というのは、とりあえずですね、彼のいろいろと自己生成する音楽にはいろいろな法律が課せられた、一種の社会のような状態が出現します。それが元にあります法律 law ですね。このいくつかのルールである法律、つまり指揮者がこうやるとこうやらなくてはいけないというその取り決めがまずあって、それが生成を規定していくわけなんですけれども、その中でですね、いわゆる自分の感性によって法を飛び越える人間たちが出てくるわけですね。いわゆるその場のノリでどうしてもこういう演奏を俺はするんだと言って法に逆らう人、そしてそういうふうに法を破った状態にある人間たちが数を増してブロック化してくると、それはいわばアナーキーのそのものの状態であるというふうに森さんもおっしゃいました。そしてそのアナーキーと直接会話をすることも自分はあるとおっしゃっていました。つまり指揮者がですね、その法を破ったパターンというのか、そこに出現した音のありさまというものを許容して、それも現在生成している楽曲の一部として認める、容認して、それをどんどんと膨らましていくという方法。しかしそれが例えばですね、ミュージシャンの一部のミュージシャンが例えば3人ぐらいがつるんで、自分たちが他にバンドをやってたとするね。そうするとそのバンドの音を出そうとし始めると、それでつまりこの音の場そのものを破壊しようとするような行為に及んだ場合、コンダクターとしてそこに超越的な権限を発動するわけですね。つまり法があるということを相手に思い出させるように仕向けるわけなんです。その場合どうなるのかは本当にその場次第だと思うんですけれども、要するに、その楽曲というのか、あらかじめある種楽曲として規定された音の場、それを破壊するような、いわばその法律に背く人間たちが出てきたときに、それこそがアナーキーというものとの会話であり、交渉であり、真剣勝負なのだというふうにおっしゃっていました。彼はあながちアナーキズムというものを否定していないというふうにちゃんと加えております。それでとりあえずなんでこういうふうにその法を規定し、また法律を破る人間が出てくるのかという話なんですけれども、音の場の中で自己とともにその生成していくというプロセスは非常にこれは修練とか鍛錬を要求されるんですね。で、強い意志と同時に、自分のその目的性を放棄するというだけの勇気も必要でございます。しかしマンネリでやっている、ミュージシャン同士が、いわゆる即興と称してですね、決まりきったことをやっている、癖だけで伝統だけでやっているのよりははるかに面白いかと思われます。はい、東京のオペラ速攻編です。もしもし。もしもし。どうもこんばんは。どちらさんですか？はい、そうです。どちらさんね。はい。はい。何ですか？何でもないです。すいません。送ってもらったものは何でしょう？イラストなんですけれども。はい。で、このイラストは、なんか、霞ヶ関ビルみたいなものが窓もなくて、いくつかあって、その中に、タケコプターというのか、頭に、それをつけた人が、竹とんぼつけた人がいます。そして、彼方には一つのビルの影にですね、お花が咲いているのが一輪見えます。こういう絵ですけれども。ですね。はい。ビルというか石みたいな感じの大きなものに囲まれている感じで、はい、5つありますね。はい、はい、で音楽聴いた時に、はい、子供が女の人にぶつかりますよね。はいはい、でそこのところでなんかちょっと愛を感じまして、母親の愛のようなものを感じまして、はい、でちょうど私は聞いてただイメージで、本当に書いただけで、はい、後で自分でいろいろ精神分析みたいなことをしていたんですけれども、はい、その心はですね、自分に完璧に照らし合わせていたみたいで、ちょっとやることが今たくさんあってですね、はい、それに囲まれていて、で本当はもうやめて寝ちゃおうかななんて思ってたんですね。でこいつに竹とんぼをつけて、飛んでいきたいところだったんですけど、なるほど、ちょっと影に見つけたという感じを、はい、音楽から受けまして、で多分そういう今精神状態なのかななんて思ってます。そうするとこのあれですな、深層心理とでも言うのか、ちょっと歩いてある距離を行くと、ビルの影にこのお花がちょっと隠れて招き寄せているわけですね。このお花というのは何でしょう？これは、名前わからないんですけど、はい、でも白い花だなっていう感じはしましたけど、白い小さなはい、半分合格が出ました。おめでとうございます。次回に期待しております。またチャレンジしてください。はい、どうも、はい、東京オペラ速攻編です。もしもし。はい。もしもし、こんにちは。どちらさんでしょう？埼玉の宗像です。はい。
はい。で、音を作ったんですよ。はい。そのさっき読んだ音で。はいはいはい。で、一応サンプルされた音を3つ並べて、はい。それエコーかけたんです。はい。今聞けるアースの音というか、このブーンという音はそっちの電話ですか？私ですか？多分こっちです。携帯ですか？いや、携帯で、じゃなく、まあいいです。とにかく音出しますか。やって。そしてもうおしまいということです。はい。スタンバイが3人だったはずが2人に消えていました。しかし、先ほどのですね、生き残った人というのはね、どんどんと作り続けてほしいものだと思います。どんどんと、引き続きですね、あと4分しかないんだけども、あと4分以内には、受け付けております。2時を切ったところで今日の受付締め切って、それしますんで、一回曲を聴いてください。3797-6666がファックスです。今から4分以内にどうぞ。All the world loves a lover. Mandom. All the girls in every land are meant to know. The joy of loving is to live in the world of Mandom. There's someone who's waiting for you. Soon the world will be yours for a toy. Music starts to play, night will turn to day. Darkness disappears when the one you love is near. You're in Mandom. All the world loves a lover. All the girls in every land are meant to know. Joy of loving is to live in the world of Mandom. あと3分の2ですよ皆さん。日本視聴グー Across the View 東京のオペラは始動し始めました。イギリスの田舎道を走っていると合流地点でギブウェイという標識に出くわします。ストップ、止まれではなくギブウェイ、道をどうぞというところがいかにもジェントルマンの国らしいではありませんか。それでは良いドライブを。九州石油です。僕はと言った。あなたにはと聞こえた。出来事は科学につながっている。新日鉄科学。心地よい音楽、美しい風景、人の心を引きつけるものって磁石のようだ。笑顔に囲まれた人もきっとそんな魅力にあふれているんだね。日鉄商事もそんな商社を目指しています。あなたの力もあなたの笑顔もみんな引きつけたい。日鉄商事。いやー、プロが作ろうと気合が入ってるな。楽しみながら私は聞いているよ。
あれだね。結局、この番組のドア玉に音を聞かせるわけなんですけれども、それをとりあえず記憶に入れていただくか、テープに取っていただいたりしたりしてですね、とにかくどんどんと作ってほしい。で、もちろん、そんなにすぐ作れない人がもちろんたくさんいるわけだから、それに対して12時59分だな。番組のアクロスの始まる1分前から、ファックスを送り始めてください。3797-6666。2時回ったからちょうどこれで締め切ります。今後来たファックスは、今夜に対しては全く該当いたしません。明日に回してしまいます。もしくは切り捨てますので、今からファックスを送ろうとしている人は送らないで、明日の12時59分に、スタンバっておいてください。それで、今だな、1個電話繋いでるのかな？もう繋がってるのかな？今から繋がってるのかな？もしもし？もしもし。いた。モーリーさん。どうもこんにちは。ちょっと、はい。八百屋です。はい。ありがとうございます。フレディと一緒に歌います。やって。フレディマイ。山田。はい、はい、どうもね。すいませんね。はい。ちょっと、冷やかしに送って。最初だからということで、ちょっと暗いっすね、これね。ちょっと夜中にお酒飲んでですね。まあいいや。すいません。切れてしまいました。今の一言が命取りだったな。やっぱね、あんまりね、無駄なことやらない方がいいですよ。私たち最初甘く採点しててね、途中で切るかなって思ったけれども、はっきり言って気を引き締めて臨んでほしいと思います。それで、一応ですね、まだ説明してなかったんだけれども、生き残れる人っていうのは、みんながここにいるジャッジがみんな素晴らしいって思った場合にはですね、スタンバってもらって5分後にもう一回あなたの方に電話するわけ。つまり、ひょっとすると番組の終わりまで生き残る人出てくるかもしれないわけよ。それが2人いたらどうするんやこの番組。一体誰に後でお詫びをすればいいんだっていうことでですね、大変な状態になることを期待してハイリスクでアクロスはですね、やっているんだから、気合を引き締めて30秒でみんなを感動させるつもりでいてください。今のはやっぱりどう見ても最初の10秒で思い切りがちょっと足りなかったよね。思い切りをよく持ってさっとやることはやるで、もうそこで潔く討ち死にするか勝ち抜くかどっちかにしてほしいと思います。もう一個繋がってるかもしれないから言ってみるぞ。もしもし。そうだ、電話をあげる。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。どうでしょう？多分できると思います。やってくれ。はい。はい。いいですか？いいっす。はい。この角を曲がったら山田さん家へ着けるよ。急ぐと転ぶよ転ぶよ。どうもおめでとうございます。どうしますか皆さん。ジャッジの皆さん、これどうする？一応残す？5分後に電話すんの？そうか。じゃあ、ちょっとこっちで協議の末ですね、もう一度こちらの方に電話をするかを、曲の裏で決めてしまいます。まだちょっと今のパフォーマンスは未確定だと思うんだよな。これを2連続で聞きたいかというところに来ると、非常に本人のっていうか私とか、ジャッジの皆さんの主観が入ってくるわけで、これは厳しいところですね。少なくとも、今歌っていただいた本人にはちゃんとしばらくして通知がいきますから、やるかやらないか、こういう感じでございます。他はもう繋がってないのね今日は。 OK ということで、もしかしたらこのまま終わりまでぶっちぎっちゃうかもしれないし、もしかしたら今から何分か後にあの人の声が聞きたいかな、もう一度聞けるかもしれない。
しんないよ。いやーっていうことでですね、ハイリスクのアクロスという新しい時期に突入しているんじゃないのか。私たちはもしかしてハイエントロピーということで珠玉のゲストを迎えました。今日も一日タバコが美味しかった。俺はタバコ吸わないんだ。代わりにあんたんちでやばいタバコでも決めておいてくれということで、一応アナウンスするよな。アクロスビューノンストップグローバルミュージック、どうなるかしら。このままスタート。all the money of the world, going round in a circle, yeah, feels good, looking real smooth, feeling new and enthused, everything in life, that's right, got my car, my house, my cash, my land, my man, this is what you get when you work with the sweat, doing fine, feeling right, with my pride sky high, I'm just a request, and baby, I'm the best. Lies. Hey, hey,
all you ever need to hear. Plain sailing on J-Wave.ひょうたんの温かく親しみやすい音色が聞こえる。大小さまざまなひょうたんで作った親指ピアノ、カリンバがメロディーを奏で、ひょうたんマラカスが心地よいリズムを刻みます。ベースを取るのは直径30センチほどもあるかんぴょうカリンバ。鈴木清さんがひょうたんのぬくもりに惹かれ生み出した楽器は数十種類。ライブで使うスピーカーも手作りのひょうたんスピーカーです。新しい地球の歌に心ときめかせて。新日鉄 Imagine and step into a new world. Nippon Steel. カスカイのプロポリスキャンディー。ヘルシーが美味しいプロポリスキャンディー。ミツバチからの贈り物プロポリスキャンディー。蜂蜜オリゴ糖プロポリスエキス入り。カスカイのプロポリスキャンディー。Ein Universum voller Musik. 81.3 J-Wave. Panorama Kota Raya yang damai. Across the view. Uma explosão musical em todos os momentos. 81.3 FM Japão. Can you feel it when your throat dries? Can you see it in the night sky? Just a mumble round at tea time. Smile when I'm watching you. When I was a child, we were living in fear. Living in fear. When I was a child, just a light year from here. Living in fear. Worlds may shatter, years don't matter. Words come back to haunt you. Worlds may shatter, years don't matter. Words come back to haunt you. Friends past missing, reminiscing. Words come back to haunt you. Tolerating propaganda and your girlfriend Alexandra with her secret memoranda signs for an interview, searching for the light in the world of the blurs, masquerading as stars. How can this be right? You've been going too far, leaving conscience ajar. Worlds may shatter, years don't matter. Words come back to haunt you. Friends past missing, reminiscing. Words come back to haunt you.
you. Friends past missing, reminiscing. Words come back to haunt you. Missing, reminiscing. Words come back to haunt you. Explosión musical nocturna. 81.3, 81.3, 81.3 FM, Japón. She looked like she learned to dance from a series of still pictures. She's madly excited now. She throws her hands up like a tulip. She looks like an illustration of a cocktail party where cartoon bubbles burst in the air. Champagne rolls off her tongue like a second language. And it should have been her biggest night. The satellite looks down on her as she begins to cry all over the world at the very same time. People sharing the same sorrow as the satellite looks down. The darkest hour is somebody's bright tomorrow. He pulled on a cigarette in the crook of his first finger. Felt the static electric charge of a perfect hourglass figure. As he undressed her with his eyes, her weakness was his talent. How could she know as she stepped through the lights that her dress would become transparent? And with his face pressed to the screen, he muttered words he'd never dared to say if she could see him all over the world at the very same time. People sharing the same cheap sensation, the thrill of watching somebody watching those forbidden things we never mentioned. The satellite looks down right now and forever. What it is pulled apart, let no man tether his own body to his dream.
go back to his family. But for the matter of 1,000 miles that separated them entirely, in the hot and loving spotlight, with the secrets it arouses, now they both know what it's like inside a pornographer's trousers. And in a funny way, it's anonymous. The satellite, it blesses us and makes these dreams come true. All over the world at the very same time, all over the world. The satellite looks down right now and forever. What it has pulled apart, let no man tell his own body to his dream to someone else. Oh no, Attention, attention, vol 001, Concorde à destination de Tokyo, embarquement immédiat, satellite B. Passagers, branchez-vous sur 81.3 FM Japon. I walk across a river without any thought. Do it for you, baby. Alright. Just as long as you are there, my love. Just as long as you are there. I'll go up to the mountain. Go to the sea. Gonna save you, baby. Alright, you and me. Just as long as you are there, my love. Just as long as you are there. Just as long as you are there. Boy, you know I won't leave far. And if you call me, I'll be there. And we'll leave all our troubles behind. As I walk through life, I see that life has taken me through so many changes. But as long as we can learn to love, I know everything's gonna be alright. So take hold of my hand, baby. Just as long as you are there, my love. Just as long as you are there. So baby, just come
Prana Sakti, sumber daya jagat raya. Across the View는 이 후에도 계속됩니다. 이어서 아름다운 멜로디를 당신에게 보내드려요. Uma explosão musical em todos os momentos. 81.3 FM Japão. Gerhana di antara waktu dan ruangan. 81.3 J-Wave.
Are you ready for my beep? Are you ready for my beep? Are you ready for my beep? Beep 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 beep. Pesan musik Bima Sakti, sumber daya jagat raya. Across the View는 이후에도 계속됩니다. 이어서 아름다운 멜로디를 당신에게 보내드려요. Uma explosão musical em todos os momentos. 81.3 FM Japão. Gerhana di antara waktu dan ruangan. 81.3 J-Wave. Where you been? Yeah, well, you should call me. When? Well, I get all my messages. I never got any from you. Well, you know that number that you gave me, it must be the wrong number because every time I call it, I just get a busy signal. Why don't you get call waiting or something? Your number's always busy. Why don't you should call me, man. Yeah, I know. Yeah, I never run into you, man.
81.3 FM Japon. 시간 흘러가는 음악의 흐름 81.3 FM Japan زیبایی سیاره ها J-Wave در Across the View FM Japan El más pacífico paisaje urbano Across the View Luapan musik pelepas lelah 81.3 FM 81,3 J-Wave. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building big castles way on high, just the two of us.
東京地方の、今日というか明日の天気は、寝て起きてからの天気はね、寝て起きる人には晴れのち曇りでしょう。夕方から夜にかけて雨が降るところがあると思われます。このセミのは新たな季節風が吹いています。ちょっとこういったやり方もあるんじゃないかと思うんですけれども、皆さんとのやり取りの中でこうグッドフィーリングのこうポケットというのかな、その小島があちこちに出てくると、これは小島さんという人のことを喋ってんじゃないですから、よく聞いてくださいね。グッドフィーリングの浮島というか小島が、このアクロスという電波の網の中でできた場合、そこにとりあえずこう漂っていって、それを遊ぼう、楽しもうという思考に切り替えていきたいと思います。ですからよくやったようなですね、いわゆる脅しというかけしかけというか、おら早く作って送ってこいというようなですね、ちょっと兄貴として引っ張るっていうのはね、それ自体が一種のこの拘束になっているなということを、常々こう反省してきた部分があります。なのでなんていうのかな、誘導的ではある。でもできれば森さんが指揮をする感じとでも言うのかな。ある種の自由度を持って皆さんとの対話を開かれたものにしていきたいと思われます。マスメディアというのはやっぱりこの一方的にね、コマーシャルなんかがそうだと思うんだけれどもね、巷で流れているいろんな視覚情報、聴覚情報、活字情報でね、電車で通勤するときに絶えずも金払えみたいなものばっかりがこう目に飛び込んでくるわけで、そういうふうに押し付けられることに慣れきってしまうとですね、生活の習慣ということになるんですけれども、どうしてもこのマスの中で流されてくる情報の支配構造というものがあります。でその非支配者になることに喜びを覚えてしまうという、一種のマゾヒズムが生じてしまうわけなんですね。でその中で、例えばこの番組においてもね、よし今から作るぞ、いいかお前ら位置について用意ドンと言うと、その掛け声の気合は確かに真心で言ってるからいい場合があるんだけれども、そのマスコミの中にこう自分が従属しているところにそれがすり替わってしまう場合が往々にしてあるわけなんですね。これまでアクロスの中でいろんなクリエイターが育ってきたわけなんだけれども、兄計らんやはりそういう時代を経なければならない人たちがあまりにも多すぎました。そこでね、自分のメソッドというかやり方というものも反省していく中で、ひとまず、皆さんを牽引するという立場は放棄いたしましょう。皆さんからの自発性はもちろん歓迎するわけなんですけれども、やれとか行くぞとか目標は何月何日とか、そういうようないわゆるその会社をパロったような部分っていうのはパロディでもう済まされない部分が出てきてしまってるんですね。前はそれぐらい分かるよ、分かってるからやってるんだろうみたいな部分があったんだけども、どうしてもやっぱりこの因習の強さというか、マスコミの一方通行であることを一朝一夕にして取っ払うのはちょっと難しいと思われました。むしろそういうことをやるんだったら、こっちもね、モーリー・ロバートソンとしてちゃんとした CD を出すとか、本今度出すことになっていますけれども、いろんな媒体での作品や舞台をきちんとお見せして、いわゆるね、説教する前に自分でそれを示せというものを僕は非常に感じているわけなんですね。ですからしばらくですね、自分の作品をきっちりと作って、それに対して責任というか番を張りたいと思います。ですから番長として皆さんの意識に番を張るっていう部分が今まで少しでもあったとしたら、確かにそれは意図的に演出としてやってた部分もあるんだけども、そこのところはやめていきたい。こういったアナウンスメントをと思ってですね、ちょっとブッチモリさんとのお話の中から拾い上げてきた部分を断片的に思い返しています。彼は音楽をフレキシブルにするのは非常に至難の技であると言っていました。お互いが相手を知っていると、音楽家同士は呼吸があって揃うんだけれどもね、それでうまい即興というのが出てくるんだけれども、それは逆にそれ自体が縛ってしまうこともあるんですね。ですから下手くそと無理に、やってみるというのも一つの体験だと言いました。とにかく、法則性や規則を一度定めておきながら、それが少しずつ自分で自分を丸ごとずるっとこうシフトしていく、全体が変わっていく姿、これがその音楽における生命なのかもしれません。日本ステオグループ Across the View、風とともにモーリー・ロバートソンでした。